じゃあ、始めていきましょう。エモさん、ありがとうございます。聞こえますか？配信遅延があるかもしれないですが、始めていきたい。始まってると信じて。はい。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、夜ババナス。じゃあ、早速始めていきたい。ありがとうございます。早速始めていきたいと思います。まず、コンポジションで新規コンポジション。1280×720 ドット24コマで、4秒3コマのカットで今回はいきます。はい、ありがとうございます。はい。で、コンポジションを作ってから、ここから、ファイルを読み込んでいきます。ファイルの読み込みから複数ファイルで、岩 A、岩 B、とりあえず岩 A と岩 B を選択して、あと BG か。違う。BG と岩 B、岩 A の3つをまず選択して開く。で、その次に、爆発のセルですね。まずこの名称未設定。これ後で入れるかどうか分からへんけど、とりあえず作ってみましたっていうやつ。で、その次に爆発のメインがこれです。マットなし、虫、OK。これで一通り読み込めたはず。で、ここから合成作業やっていきますね。まず背景を置きましょう。背景をドラッグ&ドロップ。で、サイズがあんまりよろしくないんで、これをトランスフォームでスケールを大きく。もう素材は作って、これね、この間使った BG と同じやつを今回も使います。もう BG なんでもいいんでね。で、岩猫ドラッグ&ドロップ。これは、まあ、とりあえずこんなもんでいいか。で、岩 B もドラッグ&ドロップ。これ爆発の時の逆光になってる感じのやつですね。一応こういう風にしておきまして、で、ここに爆発。ありがとうございます。はい、アローラー。で、次にこの爆発素材を読み込みます。こんな感じ。で、ここで、シートをあらかじめつけてあるんで、シートね。この T シートで。はい、こんばんは。ありがとうございます。で、これをコピーいたしまして、そうか。これコピーしたから読んでるんや。何のことかと思った。で、これをここにペーストします。ちょっとね、しばらく我慢してください。で、これで、シート通りに爆発するはず。ビュー。こんな感じね。で、ここで、白いところを透明にしたいんで、エフェクトから OLM プラグインのカラーキー。はい、これで、無事に白が抜けました。長いな。まあ、そのうちちょっと終わると思うんで。はい、これで一通りできたところで、これを全部固めます。全部選択して、右クリック、プリコンポーズ。長いな。で、こっから何をやるかっていうと、透過光を光らせるっていうので、こういう感じね。
で、こっから、それぞれ黄色とオレンジ色を抜き出します。あ、違う。間違えた。プリコンポーズのやり直し。で、コントロール D。長いなぁ。いい加減黙ってくれへんかな。エフェクト OLM カラーキーを選択して、黄色を選択。で、カラーキープ。で、これ何をやってるかっていうと、黄色の部分だけを抜き出してます、今。こんな感じで。で、まずは黄色を光らせることにしますね。で、これをもう、どうしようかな。これを、エフェクトから、ブラー、ぼかしですね。ぼかしをかけます。まずガウス。で、ブラーの値をこう大きくしていく。こうやるとね、黄色がボケて見えるでしょ。で、このモードを、加算モード。とやるとだいぶ爆発っぽくなりましたよね。これは失敗やったな。あらかじめ読み込んどけばよかった。こんなに長いことを言われるとは思わへんかった。で、今度これをもう一枚追加します。コントロール D。こんな感じで。で、こっちのブラーをさらにでかくする。こんな感じ。今、100ブラー。で、下の方は24。だから、これが追加されるごとに、こう、だんだん爆発っぽくなっていくんじゃないかと。もう一枚ぐらい追加してみましょうか。そうそう、イラストで光らせるのと同じ。で、OLM のプラグインは無料で配布されてます。登録しなきゃいけなかったと思いますけども。で、これをもう一枚。もうこれでだいぶ爆発ですよね。で、これはもうちょっとでかくするか。あんまりでかくしてもあんまり意味ないのかな。200ぐらいにしてみる？だからこれを、こうやって見ると、あ、消した。こうね。どんどん爆発していく様子になりますね。で、次に、オレンジ色、ちょっととりあえずこれ消しますね。消して、オレンジ色をさらに光らします。で、これをさっきと同じ感じで、コントロール D。あ、やっとコメントに戻ってよかった。で、このプリコンポジションのところで、エフェクト、さっきの OLM プラグインのカラーキー。で、オレンジを選択して、このカラーキープ。この現状だと、オレンジがなくなる設定なんですよ、通常。で、カラーキープにすると、オレンジだけが生き残るっていう。まあ、これ重ねたら全く一緒なんで、違いがないんですけども。で、これをさっきと同じ加算モード。加算モードにすると黄色になってしまうんやな。ちょっと色変えましょうか。これの色を変えたいと思います。で、エフェクト、色を変える場合は、この描画の塗り。これ今赤になったんですね、実は。こんな感じで赤。で、赤にした状態でぼかしをかけます。エフェクト、ブラ。ブラ、ガウス。で、さっきと同じで。あんまり光ってるように見えへんな。なんでやろ。赤が良くない？もうちょっと色変える？
あ、これぐらいで、これぐらいにしとこう。で、これをもう1枚ぐらい、コントロール D。これが汚いな。これが汚いんで、ちょっと待ってね。コントロール D にして、これをブラなし。で、加算じゃなくて、これを通常。で、こっち、これを、ブラをでかく。いまいち綺麗じゃないな。これぐらいで、黄色の方のやつで、ちょっと派手にしていきましょう。で、これ、今の段階でどんな感じかっていうのをちょっとやってみますね。ドーン。ドーン。こういう感じ。まあ、これでほぼ出来上がりっちゃ出来上がりに近いんやけど、ここで岩猫をいじりますね。で、岩猫をいじる場合は、このプリコンポジションをダブルクリックして、今、この逆光になってますよね。これを爆発した瞬間に入れるっていう風にしたいんで。ね、燃えてますよね。で、その場合はどうするかっていうと、この爆発の瞬間、ここね。ここから、ここまで。よし。爆発してないときは、不透明度を0にします。ね、かっこよくしたい。で、これで次に爆発、ここら辺で100にしましょうか。短いオーバーラップ。ドーン。ドーン。で、これがさっきの等加工のやつの画面で見るとこんな感じ。ドーン。あんまりわからんか。こんな感じね。で、さっき入れるかどうかって言ってたのが、プロジェクト、どれやったかな？これか。これを一番上に持ってきてみます。こんな感じで。で、これを、モードを、どれにしようかな。オーバーレイとか、オーバーレイじゃあんまり違いがないか。これね、いろんなモードを試してみると、スクリーン。スクリーンの方がいいかな。だからこれ爆発した瞬間に、さっと入れる。だからここまではなし。ここはありやな。だから、これもトランスフォームっていうこのところで、不透明度、ここは0。まだ爆発前なんで。で、キーフレームを打って、ちょん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 。ここら辺かな。ここら辺で、100にしてみるか。そうするとどういう感じかっていうと、ドーン。ね。で、これが、手前が爆発してるっていうことは、奥を暗くしたいんですよ。要するに、露出が変わった。カメラの露出をいじったっていう雰囲気にしたいんで。なんで、次にやるべきは、こっちの背景の色味を変えていきますね。この上に、レイヤー、新規レイヤーで、平面レイヤー、黒、真っ黒。これをドラッグ&ドロップで BG の下に持ってきます。
ちょっととりあえず消すわ。真っ暗やと何をやってるかわからない。で、この、ここやね。ここ。なんで、ここまでは不透明度を0。で、キーフレームを打って、ここら辺で、はい、こんばんは。50% ぐらいにしてみましょうか。そうですね。これで背景が暗くなったはず。ドーン。こんな感じ。あまり違いがわからんな。この、一番気づいてほしい爆発した瞬間があんまりないんで、もっと暗くてもいいか、これ。もっと暗くても良さそう。70% ぐらいで。で、これがまあ出来上がりの画面の方。ドーン。こんな感じ。で、これで背景の方の処理は終わって、次に、これ見たらわかると思うんですけども、冒頭、ここら辺で爆発してるんですよ。猫の後ろ。で、そっから煙が立ち上ると一緒にカメラが上に振ってる雰囲気なんで、この岩猫と後ろの背景を下に引っ張りたいんですよね。カメラワークをつけてる感じにしたいんで。ね。で、こっからね、まだこの後いろいろと効果をつけていきますんで、ご期待ください。うまくいくか、うまくいってほしい。で、岩猫 AB と BG、違う。BG、コントロールを押しながら AB。で、開いて、ここら辺はどうせ背景見えへんからどうでもいいな。ここら辺から、この1っていうところにキーフレームを打ちます。で、一番最後でどこら辺まで引っ張るか。で、方向キーで、こういうような感じで。この雰囲気が見えるかどうか。はい、こんばんは。そう、かっこよくしてあげたい。はい。じゃあこれでどうかな。ドーン。でも岩猫をもうちょっと先に動かした方がいいな。ここら辺、ちょっと後の方すぎるな。これを、でもここら辺でもいいのかな。ここら辺で、ドーン。真白日月さん、動いてる。最初から動いててもいいぐらいやな。なんか、ここら辺からもう動き始めてても。真白日月さん、カメラが動くとまた違いますね。そう。ここら辺、でもどうせこの後画面ブレとか大きく入れるから、あんまり気にしなくてもいいのかな、とか思いながら。あれ、なんで岩猫が取り残されてる。岩猫が取り残されてるね。ここでも背景は動いてるから、ここに合わせて岩猫のキーフレームも動かさないといけない。
よいしょ。これでどうかな。ヒュー、これぐらいでいいか。でこれの等加工が乗っかったバージョンで見るとこう。ドーンドーン。おおむねこれぐらいでいいかな、雰囲気としては。でこっからさらにいろんなエフェクトを加えていきます。で一旦これを全部固めます。コントロール A すべて選択して右クリックプリコンポーズでこれですね、プリコンポジション2っていう一つにこれがまとまります。さっきのやつがね。でこれに対してどういうエフェクトをかけていくかっていうと、画面ブレを入れたい。で今この素材がもう 1280×720 ちょうどなんで、爆発する瞬間に白コマ黒コマ入れてみましょうか。個人的な疑問なのですが、アニメ原画で影やハイライトのところを赤や青の線で描きますが、はい。色に決まりはあるんでしょうか？ね、色を塗るとき、その赤や青の線の色は変えるのでしょうか？はい。はい、ゆっくり見ていってくださいませ。アニメの動画の場合は色が決まってます。影がだいたい青っていうか水色。で、2号影っていうか2つ目の影は緑色とかが、緑っていうか黄緑ね。で、ハイライトは赤、朱色あたりが多いですね。で、原画の場合は特に決まってないです。で、色自体は裏から違う色で塗ります。オレンジであったり、水色であったり、黄緑であったり。まあ、それは何でもいい。で、大体作品によって多少変わるけど、まあでも大体動画はそういう感じかなと思います。原画は関係ないです。さて、ここで爆発に合わせて、スケールと1。で、この爆発で、ここで、スケールをぐっと大きくします。で、一番最後はまた100に戻します。で、このまんまだとどんな感じかっていうと、こういう感じ。一旦ドーンとでかくなって小さくなる。で、別になんでこれが必要かっていうのは別に必要じゃないんやけど、画面を揺らすときにはその周りにのりしろがないと黒いところが見えてしまうんで、だから寄ってるっていうだけのことです。さて、こっから画面ブレを入れます。で、こんだけでかくなったんで、こう動かすことができるようになったわけですね、これで。でも、ここら辺は激しく。で、最後にまた100に戻してるんで、自動的に元のところに戻らないと、だから黒が見えないようになってればそれでいいんで。で、だんだんこう爆発が収まっていく感じで、ブレがちっちゃくなった方が多分落ち着く。この真ん中に見えてるのが中心の動きをこう表してるわけですね。こういう風に。で、だいたいどこら辺からどこら辺までの感じで動いてるかっていうのがこれで確認できます。で、だんだんここら辺はもう元のサイズに近づいてきてるんで、で、ここのスケールじゃないや、1。そう、だから、最終的に作る画面よりも、本当はでかく作っておくっていうのがベスト。本当は。今回みたいに 1280×720 やったら、
上下左右1割ずつぐらいでかいのにしておくと、いろんな小技が効きます。まあ今回はめんどくさいんで同じにしてしまったんで、こういう風に。最初もうちょっと一コマにしとこうか。ここに。ここら辺はもうランダムにいきましょう。こう、こう、こう。真白日月さん、大揺れてますね。そう、こういうので、まあ、はったりやけど、やっぱりカメラが動いてる雰囲気がすると、こう、迫力が出る気がします。で、これで見ると、ドーン。最後がでかいかな。だからここら辺はもう、光さん、こんばんは。はい、こんばんは。センスの問題なんで、自分のセンスを信じて、もう最後の方あんまり大きく入れない方がいいかもね。これぐらいでどうでしょう。なんか途中ふわっとするね。ここら辺が、多分これやな。ここら辺にもうちょっとキーフレームを追加してやると、まだちょっとふわっとするな。まだここら辺適当に追加。これぐらいにドーン。あんまり気に入らんな。これがこう。こう。これぐらいでいけるかな。ドーン。ドーン。とやったところで、次に、より爆発を強調するようなエフェクトも、画面ブレはこれで終わりにします。で、これをコントロール D で増やします。で、増やして、これに対してエフェクトをかけます。で、かけるエフェクトが、ブラーの放射状っていうやつ。で、これ今回転っていうのになってるんで、これをズーム。で、この量を調整するとこんな感じ。こういうこと。で、これを爆発する瞬間に入れるんですよね。一瞬だけ。こういう感じ。ここ。ここで量をこれぐらいにして、1コマ戻って、ここでは0。で、これ最後まで入れるとこんな感じ。ちなみに。ドーン。で、これいつまでもやってるとちょっとバカみたいなんで、頭の方の一瞬だけ。ドーン。ここら辺まででちっちゃくしていく。と、こういう感じ。あ、ごめん。ドーン。もうちょっと見たいな。もうちょっと。あ、そうなんですね。よかったことはね、一日中絵を描いてられること。ドーン。
だいたい昔からね、絵ばっかり描いてたんで、絵を描いていて怒られないっていう環境が素晴らしいです。ドーン。これぐらい。もうちょっと、もうちょっと。実はこういうところが派手好きなので長く見たい。この画面を。ドーン。よし、これぐらいにしよう。さて、これで一旦、これのエフェクトは追加したので、次に、この大元のやつ。これをもう一、増やします。コントロール D。で、これ一番上に持ってきて、一旦ね。で、これはさっきの、この、放射ブラーはなしね。放射ブラーのないやつ。で、これをぼかします。エフェクト、ブラー、ガウス。ガウスっていうのは、多分普通のデジタルのやつでよく使う、普通のいわゆるボケっていうやつですね。で、これで、これぐらいぼかして、さあ、ここで、この爆発してる感じに、で、ボケてる感じを出したいので、不透明度をちょいと下げて、最後までいくとどんな感じやろよ。やっぱこれが乗ると、きつすぎるな。もうちょっと。滲んだ感じ。ちょっと一旦、これで、これを追加すると、こう、光で滲んだ雰囲気が出てる気がするんで、こう爆発した瞬間に、こっちをオンにする。ここら辺から。なんで、不透明度、これが 52% でキーフレームを打って、ここでは0。ドーン。ドーン。こういうのをもしかしたら増やすと、より面白い効果が出るかもしれない。これをコントロール D で増やしまして、例えばオーバーレイ。オーバーレイって大体ちょっと派手な感じになるよね。暗いところはより暗く、明るいところはより明るくっていう。真白しずきさん、急な爆発でピントが合ってない感じ、いいですね。あはい、朝ボーナスドーン。はい。こういう感じ。この音入れたらもっと良くなりそうやね。後でまた音入れてやってみましょうか。後でっていうのはもう今日はちょっとできひんけど、音探してきて。もっと一瞬ぼかしてもいいかな。その爆発した瞬間。もう、爆発した瞬間は 100% とかでもいいのかもね。これ。52% にしてあるけど、ここら辺から52にするとして、その前とかはもう 100%。同じく、こっちのオーバーレイのところも、なんで、もしアニメーション本当にやりたいっていう人がいたら、ちょっと高いけど、このアフターエフェクトを使うと、すごくいい。まあ、ただ高いんで、なかなかちょっとおすすめしづらいところはあるけども。これぐらいで、でもこれを 100% にすると、こっちの爆発のやつが消えてしまうんで、これを一番上に持っていきましょう。
さっきの放射状のやつね。これを活かしたいんで、これ下に置いといたまんまやと負けてしまうんで、これを一番上に持ってきます。あ、このオーバーレイだけは持ってきても大丈夫かな。そういえば、あれの操作はどこで学ばれたのでしょうか？独学と、撮影の人にいろいろ質問のメールとかをして、新年会で挨拶して、すいません、今アフターエフェクト勉強してるんで、メールで教えてください、つって言うと大体、気持ちよく教えてくれるんで、で、あとは本買って、ほら、アフターエフェクトで、なんか初級編、中級、for beginner とかっつって、売ってるやつがあると思うんですよ。アニメーション撮影に特化したやつ。あれが結構わかりやすかった。初級編だけでいい。よし。だいたいこれで出来上がってきましたな。あとなんか追加することあったっけ？ここに、一通りこれで終わりでもいいんやけど、まだ35分やから、ここにレンズフレアでも足してみましょうか。なんか質問があったら受け付けますよ。だいたい基本これで終わりでいいぐらい。いいでしょう。で、岩猫に、これ、ほら、ガタガタになってるでしょ。これに、エフェクト、OLM プラグインの OLM スムーサー。これをかける。あ、ここでは、こっちか。こっちに。エフェクト OLM スムーサー。ってやると、わかります？ガタガタが消えてるんです。通常のアニメの撮影も、こういうことをやって、スムージングっていう、まあこれも多分普通のお絵描きソフトでも標準でついてる機能だとは思いますけども、これをやることで解像度が低いのをごまかせる。特に僕の場合は、独学なんで、プロの人が見たらどう思うかはともかくとして、でもやっぱりああいう画面ブレとかは、ね、アニメーターが完全に指定することもしないんで、ドーン。あ、そうだ、白コマ黒コマ入れましょう。これに。で、この上に、新規平面、レイヤー、新規、平面。で、まずは黒コマ。黒コマを置くと見えなくなるので、一旦非表示にして、この爆発の瞬間、ちょん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 。ここ、こう、ここで100%、1コマ 100%。不透明度100。で、1個戻って、0。すごいでしょ。これ、ただでやってるのがまた太っ腹なんですよ。で、これでどうなるかっていうと、1コマだけこの黒を入れるんですね。はい、朝場話す。で、次に白コマを入れます。レイヤー、新規、平面。で、今度、よいしょ。見えるようにね。白。OK。これで OK ね。で、真っ白。で、これもちょっと切っときます。ここでは、1コマ進めまして、トランスフォーム、不透明度 100%。はい。で、1個戻って、ここで0。で、ここで0。で、これでどうなるかっていうと、これで再生すると、一瞬ね、見えるか見えないかっていう感じで、まあほとんど見えないですね。でも見えなくてもその時なんか瞬きぐらいの感じが
あると、で、こっから露出が狂った感じを出します。どういうことかっていうと、これ全部適正露出なんですよね、今。これで白コマになって、ここで一旦不透明度をここからいじりますね。0じゃなくて、例えば70。で、ここで30。これ露出オーバーになってる雰囲気ですね。面白いでしょ？クリップスタジオでもかなり近いことができると思う。今度クリスタでやってみましょうね。80、30、10で、また80。こんなもん完全に一番後ろまで行って、ここで、20。これでどうなるか見てみましょう。あんまりかっこよくない。あんまりかっこよくない。もうこういうのをいつまでも未練がましくやってるのが良くないな。これぐらいで。今ふわってなるのが良くないな。これ。で、こう、キーフレームを移動していって、これでドーン。もうちょっとフラッシュ的にしたいから、これが強いんで、ここで一旦ここが80なんで、ここを20ぐらいに。そう、でもトータルでは見えるんですよ。一コマ単位では見えへんけど、ドーンドーン。こういう感じ。で、ここにレンズフレア足してみましょう。で、レンズフレアは、これは有料のやつなんで、有料だけどすごくかっこいいやつ。で、レイヤー、新規、平面、で、黒。OK。で、この一番上に置いたやつを加算強すぎるかな。まあ、やってみましょう。エフェクト、ビデオコパイロットのオプチカルフレア。オプション。で、どれがかっこいいかな。プリセット、ライト。なんか横にベンって広がる。これ好きなんですよね、割と。OK。で、これを爆発の時に、違う。こういう感じ。ますます岩猫が見えんようになったね。あんまり強くしない方がいいかな。これスクリーンぐらいにしておくか。こういうのはなんかね、強い光と、この前に遮ってるもんのところに中心を持ってくると、割といい気がする。だから、岩猫のこの首のところで移動させてみます。で、爆発するところまで。爆発するところまでは0でいいんで。大丈夫、大丈夫。こんなやわなことでは死なない。で、ここまでは不透明度0。ここから100にして、1
1コマ戻って、ここは0。んで、ここら辺かな。さすが岩猫ちゃん、強い。これはブレと一緒に多少ブラした方がいいな。ギャグの世界の住人なので強いんでしょう。爆発の瞬間。岩猫が結構動いてるからな。岩猫ちゃん強い。あれ切れた？切れてない？大丈夫？大丈夫やな。これか。おかけかずさん、すみません。今現座の勉強をしてます。あ、そうなんですね。ゴーヤーの効果は、現座マンが撮影指示を出すのですか？こんな感じって出すことはできるけど、最終的には、動画を少ない。今ちょっとね、まだかじってる程度で、全くわからないので、質問の意味がわからなかった場合申し訳ないです。大丈夫ですよ。このアフテア、エッペクッツ。だからこんな感じで、ヨネパロス豆腐でもこれはほぼ撮影任せですね。アフテア、エッペクッツでも原稿はできますか？ちょっと待ってね。読む。アニメーション、機材のアニメーションに関してはまだかしらとか、質問の意味が、ウェブ原画はこのアフターエフェクツでも原稿っていうのは、原画を描くことができるかっていうことかな。原画はこれでは描こうと思って不可能ではないかもしれへんけど、現実的ではないと思う。YouTube 今遅延が出てますね、どうやら。ドーン。あれエフェクトが消えた？なんで？エフェクトがなぜか消えてるぞ。これか。P さん、岩根さんのエフェクトの癖あると思うんですよね。誰か影響を受けてたアニメーターさんとかっていますか？やっぱりカナダさんとか友永さん、僕らの時代だとそこら辺の影響はでかい。大塚さんとか、月並みな回答で面白くもなんともないんですけども。ヨネパロス豆腐さん、現座でした変換ミスです。大丈夫ですよ。関係ないです。大丈夫です、大丈夫です。マイルさん、レヤンク、ヨー、ボア、ストレアミング、イットエス、レイン、ソ、ゴール、ソ、セ、ソ、アウェソメ。です。ごめんなさい。で、中心をいじっていきますね。黒木茂雄のチャンネルさん、大遅刻しました。大丈夫ですよ。魚田小田さん、畜生、出遅れた。もうね、一通り撮影終わって今、微調整をしてるぐらい。これずれて、違う。YouTube の遅延が出ております。頑張って、とりあえず続けますね。よし。ここら辺はもう、すごく地味な作業で。こんなもんでいいのかも。ドーン。あんまりかっこよくないな。あんまりかっこよくない。
ちょっと待って、これやめよう。かっこよくない。ハイジンさん、調子悪いですね。うん、調子悪いね。アドビのアニマテがあれとの互換性があるということで気になっています。どうなんでしょうか。アドビのアニメイト、フラッシュかな元々の。あれはね、あんまり使ったことがないから、よくはわからない、実は。ちょっとこれ、どけるわ。かっこ悪い。やってはみたけど、ない方が多分スッキリしてて。うん、あんまりかっこよくないな、これ。うん、ちょっとこれは削除しましょう。デリート。おかけかずさん、なるほど、撮影任せですね。そうですね。田村豊さんの作画でよくこういうフレアにかけることあるので、もし原画漫画こういう効果だから、ある程度は、撮影にお願いすることはあります。こんな感じでって。自分で効果を作ってこんな感じにしてくださいというのですか？レイアウト用紙にこんな感じで光をつけてほしいみたいなリクエストをすることがあります。悔しいんでもう一回オプチカルフレアに挑戦。YouTube の調子が悪いですね。まあ、ある程度は雰囲気で、これ、OK。派手すぎてわからん。おかけかずさん、うんなるほど。あかんな。やっぱりちょっとね、これ派手すぎる。後ろ日月さん、イラストでもエフェクトを出そうとしてうまくできなくて邪魔だなって消してしまうことが多いです。そう、やるだけやってみて、で、結局、元に戻るっていう、ありがちなパターンではあるけど。よし。やっぱりなしにしましょう。これ。ない方がいいです。結局、紆余曲折して結局いらんという。ドーン。まあ、こんな感じにしときましょうか。とりあえず。一通り爆発っていうか透過光の考え方は説明できたと思いますんで、うまくいってればまた YouTube の録画で見られるんじゃないかと思うんで、そちらの方見ていただければと思います。ちょうど時間も52分でいい感じになってきたんで、今日のところはこれで終了したいと思います。ありがとうございます。YouTube、幸いなことに1000人登録は達成しまして、あとは、1年以内のトータルの再生時間が4000時間になると収益化ができるんで、こういうライブをやると割と再生時間が稼げるっていうことで、まあ、可能な限りやっていきたいなと思いますんで、そうですね。よろしくお願いいたします。で、また、いつも通り、9時からツイキャスの方でもちょっとお絵描きしますんで、時間のある方はそちらも見ていただけると、ありがたいと思います。じゃあ、とりあえず、今日はここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。